と、夫は愛人を家に招き入れて、私にそう言った。この女がさっき話した妻失格の最低な女。どうも、夫さんにはとってもよくしてもらってます。愛人も夫の罵り言葉に便乗して私を見下した。そういうわけで、俺はこの女と再婚するから、お前、さっさと離婚届にサインして出て行け。すでに記入済みの離婚届が差し出された。私はその場で離婚届にサインをして、最低限の私物だけをキャリーバッグに詰め込んだ。離婚届は私が出すと言ってそのまま持ち、私は家を出た。その後、実家に身を寄せていると、元夫からの分刻みの着信履歴に気づいた。驚いた私だったが、いよいよ本題に入るべきタイミングだと思った。元夫からの連絡に対応したのだが、あまりの衝撃事実に、元夫は現実逃避した結果、さらなる人生転落劇に見舞われる羽目に。私は20代後半で結婚をした。30歳を迎える今年、初めての妊娠を経験中だ。何もかもが初めての経験で不安を抱えながらの妊娠だった。しかし、妊娠初期を過ぎても、なかなかつわりが収まらない。匂いにも敏感になり、夫の食事を用意するのにも一苦労していた。妊娠16週を過ぎれば、自然につわりも感じなくなると言われ、それまでの我慢だと思っていたが、時期を過ぎても一向に体は良くならなかった。お腹の張りもあるので、私は自分の体とお腹の子の安全を最優先した。しかし、夫は妊娠中でも性行為はできるとどこかで情報を得たらしく、私を求め続けた。私がそれを拒むと不機嫌になるのだ。今がどういう状態かを説明しても、夫の同僚の奥さんは妊娠中でも性行為をさせてくれたらしいと、全く私の話を聞き入れようとはしなかった。何度か強引に押し倒されて、あわやということもあったが、私が吐き気を我慢できず、夫の目の前で嘔吐してしまったことで、興ざめしたのか、なんとか逃げ切ることができた。だが、その記憶は一晩経てば消えるようで、数日後にはまた体を求められるのだ。ギリギリのところで夫の要求を回避し続けていたが、次第にそれらも限界になる。お腹の膨らみが服を着ていてもはっきりとわかるくらいになると、私を求めることはなくなった。でも私は安心することができなかった。今までの行為の強要がトラウマになっており、夫がいるというだけでストレスを感じるようになっていた。夫は私の大きなお腹を見ても気遣いがない。さすがにそこまで体型が変わると性欲もなえるわ。いかなる時も私のことを性欲の対象にしか見ていないのだ。夫にとって妻はしたい時に性行為ができる対象でしかないようだった。妊娠当初から私は里帰り出産を希望していた。夫もそれに対し反対はしていなかった。夫の存在そのものがストレスになっていた私は、前倒しで実家に帰ることにした。すると、全く家事全般ができない夫はごねた。お前のいない間の家事はどうするんだ？妻として夫の性欲を満足させられないばかりか、
日常生活も満足させられないとはどういうことだ。里帰り出産をしている間の家事は、家事代行に依頼することになっていた。私はその依頼も前倒しでお願いしているからと説得をした。夫はそれに対しての出費を気にしていたが、私の実家が払うと言うと、しぶしぶ聞き入れてくれた。その後、私は実家に戻り、両親の助けを得ながら、妊娠の最終段階を迎えつつあった。里帰りした直後から数日は、夫からもよく連絡が来ていた。家事代行はおばさんだったが、行き届いた掃除で満足だとか、何回かに1回は私の体を気遣う言葉もあった。だが、実家に戻って2週間が過ぎた頃から、夫からの連絡がなくなった。私も仕事でそれどころではないのだろうと考えて、連絡を控えていた。まだその頃は、私が連絡すれば返事があったが、里帰りして1ヶ月になると、私からの連絡を無視するようになった。さすがに、もうすぐ出産という連絡には反応してくれると思ったが、そのメッセージも既読にならず、私の不安は募るばかりだった。結局、出産の時、夫は駆けつけてくれなかったし、出産後も一度も連絡をくれなかった。もちろん、私からの電話連絡には出ないし、メッセージは未読のままだ。母子ともに健康で退院し、その後数日実家で暮らした。双子を出産したので、両親の存在は本当にありがたかった。本当なら、夫もこちらに来て、育児の基本的なことを知ってほしかった。いきなり赤子2人を連れて自宅に戻っても、私が大変になるのは必須だ。きっと自宅も荒れ放題のような気がした。家事代行はその後どうと聞いたが、その連絡もスルーされていた。おそらくだが、気に入らないことがあり、夫が勝手に辞めさせている可能性もあると私は思った。実家に双子を預けて、とりあえず私だけが一人で自宅に戻り、双子を迎え入れる準備をするのがいいと判断して実行した。数ヶ月ぶりの自宅はなぜか懐かしくもあり、夫と顔を合わせる怖さもあった。夫を怖いと感じるのは、連絡がうまく取り合えていないままだからだ。家事への不満をぶつけられるのは仕方ないと覚悟を決めて家の中に入った。夫はいつも靴は脱ぎっぱなしで揃えないし、シューズボックスの中に片付けることもしない。脱いだものは脱いだそばから放置するし、食事も食べ終わればそのままで片付けるという概念がそもそもない。ところが玄関にある夫の靴はきれいに磨かれて揃えてある。履いていない靴はシューズボックスにしまわれているし、傘立ての傘もきれいに畳まれて揃えてあった。とにかく夫の性格を考えるとかなり努力をした結果なのだ。きれいにされていることに驚きと関心をしたが、夫の靴と並ぶように女性ものの靴も揃えてある。8センチほどもあるハイヒールで、私は絶対に履かないタイプのものだ。どういうこと?と小首をかしげていると、リビングから夫の笑い声とともに、聞き覚えのない女性の笑い声が聞こえてきた。私はそっとリビングを覗いた。普通に玄関から入ったが、夫は気づかずにいる様子だった。リビングでは夫と女性が密着して楽しそうに会話をしていた。夫はとても機嫌が良さそうな表情を見せている。女性もそんな夫に甘えるような仕草をしていた。
その女性だが、私はどこかで見た記憶があった。どういう経緯でその女性が夫と親しくなったのかを聞いてみることにした。リビングの入り口で私はしれっと「お客様?」と声をかけた。夫は私の声に反応したが、特に驚く素振りも見せずに私をバカ女呼ばわりをした。こいつが前から話していた妻失格のバカ女だ。女性は夫に対して、いくらなんでもかわいそうよ、と言ったが、私を見る目は明らかに見下していた。夫は女性の肩を抱き寄せて、頬にキスをすると、女性と再婚したいから離婚に応じろ、と言い出した。女性も夫の意見に同調するように笑う。すでに夫は自分のものだという笑い方をした。こんな素敵な男性を置き去りにして、里帰り出産なんてしたあなたが悪いのよ。俺の財力で生きていたのに、実家に長期間滞在するっていうのは、遠回しに離婚するって意思表示だろ。というか、なんなのそのダサい服、趣味の悪い服ね。夫を楽しませるのも妻の務めなのに、色気も何もないじゃないの。そうだろ。ベッドの上でも人形みたいでつまらないんだ。かわいそう。これからは私がいっぱい満足させてあげるわ。二人は私の目の前で濃厚なキスをして見せつけてきた。夫の手が女性のボディラインをなぞる。夫と女性はちらちらと私を見て、私の反応をうかがっていた。すでに私は夫に嫉妬するという感覚がなくなっていた。怒りも悲しみもなく、どちらかといえばこういうことしかできない夫と女性が哀れに思えてきた。私が離婚に応じるというと、夫はすでに記入済みの離婚届を用意していて、この場でサインするようにと言った。夫は離婚届にサインする私を見ながら、養育費は払わないし、夫婦共有の財産を分けるつもりもないと言った。食わせてやっただけありがたいと思えというのが、夫の言い分だった。妻としての役目を果たしきれなかった私に分ける財産はないというのだ。私は夫の言い分を聞き流して無視した。サインを済ませると、離婚届は私が役所へすぐに提出すると伝え、私がそのまま持ち帰ることになった。最低限の私物をカバンに詰めて、私は自宅を出た。出て行く私に向けて、夫が何か言っていたが、耳を傾けてやる価値もないと判断し、無視した。3日後、その日は朝から慌ただしかった。双子の世話は想像以上に大変で、それに加え突然の離婚もあったので、私だけでなく実家そのものが毎日戦場のような状態なのだ。そんな中で子育ての大変さなど、つゆほども知らないであろう元夫が、こちらの都合も考えずに電話をよこしていたらしい。一息つけるときにスマホを見ると、分刻みで元夫からの着信があった。着信履歴を消して無視するつもりだったが、捜査中に元夫からの着信があった。折り返すつもりは毛頭なかったので、偶然たまたま着信が来たし、出てやるかという気持ちで、私は電話に応答した。元夫からの電話内容は大方予想できていたからだ。ぶっきらぼうに電話に出ると、元夫は私が電話に出てくれたことに安堵したのか、ため息をついた。続けて、家に知らない人たちがたくさん訪ねてくるんだけど、理由を知っているかと言った。
私のせいだと責められると思っていたが、まさかの質問だったので驚いた。私はその理由を元夫に教えてあげた。あなたの愛人が原因だと思うけど。愛人の顔に見覚えがあった理由は、同僚が愛人の写真を見せてくれていたからだ。元夫が再婚したいと言っていた愛人は、とんでもない女だったのだ。既婚男性に色仕掛けを繰り返し、その夫婦を離婚にまで追い込む。既婚男が離婚すると、言葉巧みにお金をすべて奪って姿をくらますのだ。同僚の友人がその女に引っかかったようで、夫と同じように家庭を崩壊させられ、お金まで取られたらしい。同僚は私に愛人の写真を見せて、友人がこの女を探しているが、見たことはないかと聞かれていた。私はあの日、離婚届にサインをして家を出た後、同僚に連絡を入れていた。以前見せてもらった写真の女の居場所を知っていると伝え、私が住んでいた家の住所を教えた。愛人はかなりの既婚者男を騙して金を奪っていたようで、同僚の友人は被害者の会に入り、被害者同士協力をし合って愛人の行方を探していた。私が居場所を教えたことで、被害者の会が団結して動いたようだ。被害者の会の目的は、加害者である愛人を探し出して警察に突き出すこと。騙し取られたお金の返済を求めることも掲げているようだが、詐欺被害に遭った際の返済は厳しいのが通例だ。それでも諦めきれない被害者の執念がやっと実ったのだから、居場所がわかればそこを訪ねるのは当然の結果だろう。そういうことだから、あなたも被害が大きくなる前にちゃんとケリをつけたら。私としては夫がどうなろうと知ったことではない。それでも夫婦をしていた情だろうか、目を覚ましてほしいと思って、うっかり余計なことを言ったようだ。夫は知らない人が大量に訪ねてくる理由を知り、多くの被害者がいると知ってもなお、現実を受け入れられず、逆ギレを起こした。うるさい。妻失格のお前が偉そうなことを言うな。あいつは俺だけは特別だと言った。お金目的で俺に近づいたわけじゃない。勘に触ったのならごめんなさい。愛人のことはあなたの思うようにしたら。それよりも、実はあなたから連絡くれてよかったと思っているの。夫に用があるといえばあるのだが、あえて連絡を取るのはどうだろうと思っていたことがあった。だが、夫から連絡をもらい、こうして会話をしているのだから、このチャンスを使わない手はないと思い、強引に話を切り替えた。直接会って話したいことがあると伝え、数日後に会う約束を取り付けた。当日、私が約束した時間に待ち合わせ場所に着くと、すでに夫が先に到着していた。独身時代のデートの頃を思い出すようなおしゃれをした夫の姿を見た私は嫌な予感がして、その場で声をかけずに引き返したいくらいだった。だが、夫が辺りをキョロキョロと見回していたので、私に気づくと立ち上がって大きく声を出した。さすがに無視して帰ることもできず、諦めて元夫の前に座ると、やはり嫌な予感が的中した。あれから冷静になってよく考えた結果、愛人と別れた。俺の家から追い出した。優しいのはお前だけだ。なんだかんだ言って別れた後も俺のことを心配してただろう。俺が間違っていた。俺とやり直したいから
いろいろ手を回したんだよな。元夫の勘違いと思い込みに吐き気がした。復縁したくて愛人のことを調べて夫に忠告したわけではない。今日呼び出したのも復縁の話をするためでもない。どちらかといえば決定的な引導を渡すためだ。待ち合わせをした喫茶店に少し遅れてもう一人が合流して私の隣に座った。私が同席者を弁護士だと紹介すると、元夫は浮かれた顔から一転、顔色が変わって硬い表情になった。弁護士は前置きの話をそこそこに本題に入ると、すぐに双子の養育費や私への慰謝料についての話を切り出した。双子の養育費と慰謝料の合計金額を聞いた元夫は、高すぎると反論した。そもそも合意の離婚だったはずだ。お前はあの時抵抗もせずに受け入れたじゃないか。後から金の要求をするのは詐欺行為だ。愛人とやっていることは同じだと言って私を非難した。そこにもう一人の同席者が元夫の背後に立った。元夫の背後に立ったのは元夫のジップだ。元夫は厳しいギフと反りが合わないようで苦手意識を常に持っていた。夫の浮気と離婚について私の方から義父に報告済みだ。報告をした際、いずれ弁護士を交えて養育費などの話し合いをするつもりだと伝えてあった。すると義父は、その話し合いの際は同席したいと言ったのだ。それならばと、今回こういう席を設けたと義父に連絡を入れておいた。事前に時間と場所を知った義父は、元夫が来るより前に来店し、元夫の言動を監視していたのだ。まさかの義父登場に、元夫の顔はますます青ざめていく。それもそうだろう。大嫌いで反りが合わない義父だが、無能すぎて就活全滅だった元夫を助けたのは義父で、義父には頭が上がらないからだ。正しくは義父が助けたというよりは、元夫が就活全滅、大学院に進学するほどの何かがあるわけでもなく、進路が決まらなかった元夫は、義父が経営している会社にコネ入社させてくれるよう頼み込んだ経緯がある。義父としても手元に置いて叩き直すという意図があったかもしれない。しかし、義父の期待を元夫はあっさりと裏切るほど、会社でも役立たずのままなのだ。義父はダメ息子でも父親になれば覚悟を決め、人として成長してくれるだろうと、わずかな期待をした。だが、それすらも簡単に裏切ったのだから、義父としてはいても立ってもいられない心境だったに違いない。何度か義父からの呼び出しもあったようだが、のらりくらりと交わし続けていたらしい。義父としても元夫と対面できるこの場は、絶好のチャンスなのだ。義父は実子である元夫をウジ虫でも見るような目で見た。軽蔑、嫌悪といった感情がその視線に現れているように私は感じた。義父は元夫を叱責して少しでも性根を正させるつもりだったようだが、私が来る前からの夫の様子や私との対話、そして弁護士が加わってからの態度などを観察して性根を正すのを諦めたようだ。元夫に対し自分の家族をも守れない最低な人間だと罵倒した。愛人との関係が破綻したからよりを戻したいという安易な考えに呆れ、子供を作ったことへの責任すら果たせないとは、情けなくて我が子と思うだけで恥ずかしいと言った。義父はまず
会社経営者として元夫をクビにすると宣言した。日頃から元夫へのクレームに頭を悩ませていたらしい。社長の息子ということで、周りの社員は注意できずにいたため、元夫は調子に乗っていた。元夫は会社での態度に心当たりがあるらしく、ここで義父にクビにされたら収入が断たれてしまうと、今になってどれだけ崖っぷちにいたのかに気づく。クビを免れるには私からの要求を受け入れるしかないと考えたようだ。養育費と慰謝料が高いと文句を言ったのを撤回し、こちらの提示した額を払うと合意した。義父は元夫が多額の支払いに合意したことで、嫌でも働いて稼がなくてはいけない状況になると考えた。これからは仕事を真面目にこなし、周りの社員ともうまくやっていくことを切に願った。元夫に最後のチャンスを与えた義父は、首を一時保留にすることで様子を見ることにした。月々の養育費と慰謝料の支払いは義父がしっかりと監視し、一度でも怠れば元夫の給料から天引きしてでも私の口座に振り込むと約束してくれた。義父がそこまで言ってくれたのだから、必ず元夫は支払うだろうと思い、養育費と慰謝料については義父に任せることにした。元夫に家を追い出された愛人は一時行方がわからなくなった。だが被害者の会による執念の情報収集で潜伏先を発見した。警察に連行することに成功したと同僚から連絡を受けた。被害者の会にも聴取で得た情報は開示されないようだったが、一部の有志が合同で弁護士を雇ったことで、それなりの情報を得られるようになった。それによれば、被害者の会に入っている被害者以外にも多くの被害が出ていることが分かったらしい。また、既婚者を離婚させてお金を奪ってとんずらするだけではなく、他にも余罪があることが分かった。愛人は独り身の高齢者男性もターゲットにしていたのだ。いわゆる後妻業と言われる行為もやっていた。元夫に言い寄って私たちを破局させながら、その裏で資産のある独り身の老人男性をカモにして内縁に収まっていた。愛人は高齢男性に近づき、安心させて自分にすべての遺産を相続させるために遺書を書かせた。今までの中には半ば強制的に書かせた遺書もあるようで、高齢男性の身内からも被害が報告されている。実は被害者の会の人たちが愛人を発見した場所は、内縁の妻の座に収まっていたとある資産家の家だったのだ。その資産家は騙されるところだったと胸をなで下ろしたらしい。愛人は期限いっぱい勾留されることが決まった。私は愛人が勾留されている間に、この女に対しても慰謝料を請求することを決めた。今、弁護士がそれに向けて動いてくれている。一月後、義父のおかげで約束した日に元夫から養育費と慰謝料が振り込まれた。養育費は双子が成人するまでの支払いだ。双子が大学進学を望めば学費も支払ってもらうことになっている。慰謝料に関しては義父が慰謝料の分割など言語道断だと分割を申し出た元夫に激怒した。元夫の私財を手放してでも、慰謝料は一括で支払う予定となっていたが、振り込まれたのはその半分だった。残りの半分は元夫が勝手に分割で支払うと決めてしまったようだ。実は元夫、すでに私財のほとんどを現金化していて、それらを愛人に貢いでいたのだ。
だからといって慰謝料を負けるつもりはない。元夫自慢の俺の家を売ってでも払ってもらうつもりだ。今のところ家を手放したら住む場所がないと言って手放していないが、そう遠くない日に手放すしかない日が来ると私は思っている。養育費と慰謝料の分割分が支払われた翌月、元夫は義父の会社に大きな損害を与えるミスをした。それが一度ならず二度、しかも連発したことで義父も降格や左遷では済まされないとクビにした。元夫は会社の金庫からお金を持ち出していたことも発覚し、退職金は持ち出したお金の返済として没収された。警察に突き出されないだけありがたいと思えと義父に言われたようだ。貯金もない元夫はすぐ働けるバイトをしながら就活をしたらしいが、そのバイトすらまともにできず、採用されたその日にクビになる。それが数回続いたある日、義父に助けを求めたようだ。このままでは私への約束の支払いができないから助けてほしいと頼んだが、義父はそれらを拒んだ。結果、元夫は自慢の俺の家を手放すことになった。だが、なかなか買い手がつかず、資金繰りに苦労しているようだ。それでも、なんとか3回目の振り込みはしてくれたので、どうやってお金を集めたのか。聞くのが怖いので、気づかないふりをすることにした。私は今、実家で暮らしている。離婚に関わる騒動中、両親に任せっきりだった双子を我が手で育てられる幸せをかみしめている。いつまでも両親の収入や今までの貯蓄に頼るわけにもいかないので、仕事が決まればまた両親に双子を預けるしかないが、双子が寂しい思いをしないよう精一杯の愛情を注ぐつもりだ。そんなある日、パートをしながら就活した帰り道、元夫によく似た人が野蛮風の人たちから追われているのを目撃した。その怪しげな人たちは口々に借りたものは返せと叫んでいた。先日4回目の振り込みがあったばかりだ。相当やばいところから借金をしたようだ。頑張って働こうという意思より、どうやったら楽にお金を借りられるかにしか考えがいかない元夫の腐りきった人生を目の当たりにした。双子には元夫の悪いところが遺伝しないよう、人生は楽して生きていけるものではないといつか教えなくては、と心に刻んだ瞬間だった。